この数字が物語ってるわけよ。これぐらいしかまだ真似れてませんよってこと。手でもみんな好きなところいっぱいあるやろって。絵じゃなくてイラストにするっていうのはそういうことなの。天下さんのおなちゃんですね。おめでとうって言われて恥ずかしがってる感じです。確かに日付があるからって言って出すのもありやねんけど、やっぱいつでも誕生日なんだなみたいな感じでさ、わかるようにしたくない？これは誕生日用のイラストなんだなみたいな感じでさ、手だけ描いてクラッカー描いたりだとか、何も描かないんだったら、こうもう祝った後の花吹雪みたいなんがさ、クラッカーの紐みたいなのがもう上からピロピロピローってなってるとかやったらさ、これは誕生日用のイラストかーっていうのがすぐわかるじゃない。なんかそういうのが欲しいよね。結局誰でも描けてしまうよねっていう。書くときにやっぱ自分っていうのを出してほしいのよね。自分だったらこう祝うけどなーみたいなのが欲しいねんけど、これだけやったら別に恥ずかしがってるものですって言って、もう誰でも書けるわけよね。だからこの辺にまだまだなんかやるんだったらやで、この隙間あたりにプレイでも書いてさ、こうなんか爆弾持ってるとかさ、こんなんとかできるやんか。で、こっちじゃ普通にパイモンが祝ってるとかさ、いくらでも埋めれるやんか。イエーイって感じ。何でもできたりするからさ、なんかこれだけやったら、んってなるでしょ。そうじゃなくてなんかもっともっと賑やかしたいんやからさ、ここにだからプレゼントボックスみたいなの書くとかさ、何でもできると思うやんか。本当におめでとうって思ってるんかっていう。ネタでやるんだったらさ、パッタ場でもええわけやん、こうやって。こっちの方がまだ楽しそうやん。だからもっと祝いたい気持ちっていうのをね、絵を描くんだったら、何のために描いてんのかっていうのをね、もっと見極めないと。君のモナを祝う気持ちっていうのはこの程度なのかっていう話なんだ。君のモナを祝うっていうのがこの程度なんやったら、いやこの程度で結構ですよって。祝うって言うんだったら、これぐらいやったってもいいんじゃないのかっていう。モナはどっちが好きって言ってこれで。これでいけるよもう。欲しいのはどっちって言ってさ、モナの欲しがってたものだよみたいな感じでタイトルにしてこうやればいいじゃん。それで、目線ではこっちじゃなくて、こっちの方見てるとかにしといた方が、やっぱ金かなって言って。そうやってさ、イラストを作っていってほしいのよね。イラスト作りってのはそういうことよ。絵じゃなくて、イラストにするっていうのはそういうことなの。イラストってのは、絵一枚の中でストーリーがわかるようにするのがイラストなわけ。昔の宗教画みたいなもんよね。それぐらいね、皆さん、イラスト作り頑張ってもらったらね、いいかなと思いますね。はい。僕の誕生日は9月4日です。ほい。これなんで雨っぽくないと思う？これ、なんか、雨降ってるけど、全然雨っぽくないやろ。これなんで雨っぽくないかっていうと、まず窓ガラスに水滴が張り付いてるように全然見えへんから。こうちょっと流れてるダラーってしたやつを書くなりするだけで、めっちゃこれ濡れてるように見えると思う。要素として足りない。雨で濡れてますよとか要素として。結露が少なすぎる。やっぱ雨ってすごい結露するから、俺はネタ的には、この辺とかにさ、こんなん入れときゃいいのに。で、猫が濡れてないの。こいつ別次元の存在かっていう風になってんのね。こいつが雨に重なってたりすんのと、ちょっと弾いてるような感じ。この無敵猫になってもうてるから、あ、レイヤー表示忘れてた？このレイヤー表示はないやろ、このレイヤー表示は。こんな感じであると、やっぱ素敵よね。どこでもいいよ、これ。どこにでも使える、これ。ほら、窓があればどこにでも使える。これで結露さしとけへんから。どこでもナイスネイチャーがさ、あるから。でもこれ入れたら伸びるんじゃない？書いてみたら。ちょっとナイスって読める程度のところに、こうやって置いといてくれたら。書きかけてやめたみたいな感じのとかでもいいしね。そんな感じでやってみればいいんじゃないのか。はい。次、ヤクパンくんね。まず、ヤクパンくんに言っておこう。ヤクパンくんって、アスク先生のイラストを真似してるやんか。で、スルトを書いて、で、スルトをアスク先生のイラストを真似した時点で、君が比べられてんのは、アスク先生の絵と君なんね。俺は絶対真似した方がいいと思うね。でも、真似する子が作品で評価されるってなった時に、一番のその時のライバルって、その真似てるセンスやん。だから、ヤクパンくんは、今、このイラストを投稿した瞬間に、一番のライバルっていうのは、アスク先生になる。他の絵柄やったらいいんだけど、今、完全にアスク先生の真似をしながらヤクパンくんは描いてるでしょ？だから、比較対象が、アスク先生の絵とどれだけ似てるかなっていう感じになるね。じゃあ、これが思ったより伸びませんでしたっていうのは、この数字が物語ってるわけよ。
これぐらいしかまだ真似れてませんよってこと。こんだけしかみんなに、似てるなって思われたなっていうレベルがこれだけぐらいだったってこと。じゃあ、今質問した通りの、パッと見、ぐっと引き込まれるように見せる、引き込まれるように力を持たせるために、現状不足している点はどこなんですかっていうのは、もう再現度しかないのよ。今の君のやり方やと。アスク先生を真似てるんだったら、アスク先生の再現度を増やすしかない。似させるしかないねん、君は今。今、君がなんでアスク先生の真似をしてるのか。いや、それこそが、ぐっと引き込まれたってもやつやろ。だって、絵を描いてなかった自分が、この人の絵を真似したいなって思って、今絵を描いてるわけだ。その気持ちこそが、ぐっと引き込まれたものなんじゃないのかって話。で、僕のぐっと引き込まれるのと、ヤクパンくんのぐっと引き込まれてるっていうのは全然違うねんな。ここで、僕がぐっと引き込まれるってなったら、キャラクターの表情だったりするのね。キャラクターの意外性だったりとかにするから、僕がここで、普段のスルトじゃなくて、僕が引き込まれるっていうんやったら、普段見せないようなスルトの表情だったりすると、引き込まれたりするかなって話になってくる。僕の引き込まれるとかっていうのは、絵柄とかを飛び越えて引き込まれるってなったら、やっぱりキャラクターの表情の付け方だったりするね。ほら、こうだったりするとさ、普段のスルトからは、想像できないような表情してるわけよ。これだったりすると、おってなったりするよね。俺はこういうところに引き込まれるから自分で表情を描くっていう時は大切にしてるわけよ。だからヤクパンくんは一体自分で何が引き込まれたのか。なんでアスクさんのイラストを描いた時に、イラストを見た時に自分は引き込まれたのか。それを見直したらいい。ここがオリジナリティになる。俺はこういうイラストに引き込まれるから、こういうイラストを常々描いていきたいなって思うのよ。これやったらさっきまでのただのスルトやし、よくみんなが描きそうなスルトやけど、こうやったりすると、めっちゃ照れてんじゃん。いいじゃんってなるじゃん。これが個性でやってオリジナリティでやって絵柄っていうようになってくるわけよ。こんなところにデッサンとかよく言う絵の上手さとかそんなんじゃないのよな。ここって。ここの部分っていうのはデッサンやら絵の上手さとかそんなんじゃないはずやね。自分はこういうことをめちゃくちゃ素敵に感じたっていうやつやから。ここはそんなんじゃないの。絵の上手さとかね、いやいや。俺ってこういうの好きなんだけど、みんなどうって話よ。俺こんなんが好きなんですけど、皆さんどうですっていうお話なのよ、ここって。俺胸でっきいの好きなんだけど、みんなもどうで、胸がでかいのもいいんだけど、でかいだけじゃなくて、こういう動きになってるところが好きだったり、みたいな。さっきの手の話でもそうよ。手の話もさっきの言うて。だから、手でもみんな好きなところいっぱいあるやろって。中指、薬指、小指、みんなそれぞれ好きなところあるよ。で、五条と五条が合体して、無料空所の五条。僕って最強だから。負ける気しないから。